皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチの時間です。前回までの動画でアフターエフェクツの基本的な機能について解説をしてきました。今回から基礎編の卒業課題として今流れているようなモーショングラフィックスを使った映像を作成していきます。私は自身の YouTube チャンネルの紹介動画として作成しましたが、テキスト部分やロゴを変更してもらえるとオリジナルのものが作成できると思うので、ぜひともどのようなテキストを出すのか、何を紹介するのかなどの構成を考えてみてから挑戦してみてください。もちろんチュートリアルのままで作成していただいても OK です。今まで学んできたことを活用しながら作っていきますので、もしまだ操作や基本機能の理解に不安がある場合は、私が今までアップしてきた動画に戻って復習してみてください。では早速行ってみましょう。まずは今回使用するスクリプトを紹介しておきます。なくても作業を進められるように解説しますが、あると相当な時短となります。導入してもらいたいのが GG 分解というスクリプトです。ガンマシメジさんという素晴らしい方が配布してくださっています。テキストレイヤーの文字を分解することが可能になるので、文字を一つずつ動かしたいといったケースで非常に役に立つ機能になります。無料で配布してくださっていますが、正直有料でも欲しいと思える素晴らしいスクリプトになります。ダウンロード方法は2通りあります。AE スクリプトというスクリプトやプラグインを購入できるサイトからダウンロードすることができます。金額は約10ドルとなっていますが、ガンマシメジさんのご好意で無料でのダウンロードも可能です。金額を入力する箇所で0を入力すると無料でダウンロードすることができます。もちろん金額を入力してお布施することもできます。もう一つはガンマシメジさんがスクリプトについて投稿されたツイートからダウンロードリンクへ移動してください。こちらは Google ドライブからのダウンロードとなります。説明欄にそれぞれの URL を貼っておきますのでチェックしてみてください。素晴らしいスクリプトを作成していただいたガンマシメジさんへの感謝の気持ちを忘れずにダウンロードしましょう。導入方法は説明欄に記載しておきます。導入が成功するとメニューバーのウィンドウから GG 分解が表示されているのでクリックして起動させておきます。パネルを掴んで適当な場所にドッキングさせておきましょう。使い方は実際に使用する際に解説していきます。では次に映像を作り始める前の準備です。映像を作る際はどういったものを作るのか、コンセプトやイメージなどを固めておく必要があります。お仕事などでは絵コンテや V コンテ、ラフ動画などを使い、情報やイメージに間違いがないかなどを共有したりしますが、今回は流れやイメージなどは自分さえ分かっていれば OK だったので、私は文字ベースのコンテを作成しました。皆さんもどういったテキストを出すのか、何を伝えたいのか、見た人にどういう感情を持ってもらいたいかなど考えてみると意味を持った映像に仕上がると思います。私はアフターエフェクツのチュートリアルチャンネルの紹介動画として作成するので、チャンネルの特徴やどういう人に向けて発信しているのかという部分を考えました。このチャンネルではアフターエフェクツを今から始める方に向けて初心者目線で機能や各項目について解説し、理解を深めていってもらうことをベースとしています。なのでそれらの要素を文字として散りばめていくことにしました。さらにアフターエフェクツの中でもモーショングラフィックスをメインとしたチュートリアルを展開していくことを決めていたので、文字のアニメーションや後ろで流れる映像もこれぞモーショングラフィックスと思ってもらえるような映像で構成することにしました。さらに教える側の人間がどれくらいのものを作れるのかを見てもらうのも含めて、クオリティを上げられるようにチェックしてもらいながら時間をかけて作成しています。ある程度のクオリティは担保しつつ、チュートリアル化までを考えていたので、あまり複雑な作り方にならないように気をつける必要もありました。もしオリジナルの文面でチュートリアルを作成する場合は、最初のうちにテキストを決めておいてください。テキストの差し替えが可能な箇所もありますが、どうしても修正が面倒になる場面が出てきます。なので、できる限り文字などはあらかじめ確定させておくことをお勧めしておきます。途中で文字変更が発生すると地獄の修正が待ち受けますので、ご利用は計画的にです。大体の流れはつかめたかと思いますので、今度はアフターエフェクツの画面に移ります。
今回は30秒と動画の尺が長く、カット数も8を予定しています。なかなか大掛かりな作業となるので、プロジェクトを管理できるように、まずは準備しておきます。プロジェクトパネルのフォルダをクリックします。名前をコンプとしておきます。そのままフォルダを選択した状態で、再度フォルダをクリックします。すると、一つ目のフォルダの下の階層にフォルダが作成されます。名前を00_レンダーとします。ここは最終的に出力するコンポジションを格納します。作ったフォルダを選択した状態で、コントロール D を2回押して2つ複製します。1つを01_カットとします。こちらにはカットごとに分けたコンポジションを入れます。もう片方は02_pre とします。こちらはプリコンポーズで作成されたコンポジションを格納します。次に何も選択されていない状態で再度フォルダを作成するアイコンをクリックします。名前をフッテージとします。これで準備が整いました。それぞれに格納する素材やコンポジションを決めておくことで管理しやすくなります。私は株式会社6秒企画の素人さんがまとめてくださっている素材を正しく管理するフォルダ構造を参考にさせていただきました。記事の URL を説明欄に貼っておきますので、ぜひ目を通してみてください。ご好意でフォルダ構造のテンプレートもダウンロードすることができるので、ぜひ活用しましょう。では、さらに準備を進めていきます。まずはメインとなるコンポジションを作成します。コントロール N を押してコンポジション設定を開きます。名前をメインコンプとしておきます。プリセットから HDTV1080-29.97 を選択します。デュレーションを30秒とします。OK を押してコンポを作成しましょう。コンポが作成できたら、プロジェクトパネルを確認して作成したコンポジションをレンダーフォルダに格納しておきます。動画を書き出す際は、このコンポジションをレンダリングすることになります。では次に行きましょう。今回作る映像は8カットと決まっているので、まずは8カット分のコンポジションを作成していきます。プロジェクトパネルからメインコンプを選択して、コントロール D で複製して、カットフォルダに移動させます。複製されたコンポジションの名前を変更したいので、エンターキーを押します。カット1という意味で名前を C01 としておきます。このままだとデュレーションが30秒と長いので、一旦 C01 をダブルクリックして開きましょう。コントロール K を押してコンポジション設定を開きます。デュレーションを10秒に変更して OK を押します。次にプロジェクトパネルで C01 のコンポを選択した状態で、コントロール D を7回押し、C08 まで作成しておきます。これでカットごとのコンポジションが用意できました。では次に、動画で使用する色情報をあらかじめ決めておき、色変更の効率を上げたいので、カラーパレットを作成しておきます。スクリプトなど色を管理するツールはいろいろとありますが、今回はツールは使わない方法で試してみます。コントロール N で新規コンポジションを作成しましょう。名前をカラーとし、幅を100、高さは1080にして作成します。ここに長方形ツールなどを使い、シェイプレイヤーで使用する色を並べておきましょう。私が使用するカラーコードを画面に出しておきます。色の準備ができたら、コンポジションパネルの左上にある南京錠マークをクリックしてコンポジションをロックしておきます。この状態でプロジェクトパネルから C01 のコンポをダブルクリックしてコンポジションを開きます。すると C01 のコンポが表示されましたが、先ほどロックしたカラーのコンポジションはパネルにタブとして残ってくれます。タブをクリックすることでコンポジション間を行き来することができます。では、両方のコンポを表示させてみましょう。カラーのコンポジションのタブを掴んでドラッグし、コンポの左側へ移動させます。これで2つのコンポジションを同時に表示させることができました。画面のサイズを調整しておきます。色情報を拾う際は、左側にあるカラーのコンポから取ってくることができるようになりました。では、映像を作っていく準備ができましたので、
順番にカットを作成していきましょう。本来であれば、ファンカットごと詳細に詰めていくのではなく、全体の大まかなデザインや流れを作っていきながら徐々に詰めていくのですが、チュートリアルでそれを行うとコンポの行き来が激しく混乱してしまうのと、今回に関してはすでにイメージが固まっているので、ワンカットずつ順番に作成する方法をとります。では、カット1を作っていきましょう。カット1では、大きくロゴを登場させるカットです。タイトル名やチャンネル名がわかるように真ん中に配置させて登場させます。私は自身のロゴを使います。このロゴのフォントは Adobe フォントにあるので似たようなロゴを作成することができます。もし特にロゴなどがない場合は今回の動画用に作ってみましょう。Ctrl+T で横書き文字ツールを選択します。コンポ内でクリックして適当に文字を入力します。サイズを整えてから、Ctrl、Alt、Home でアンカーポイントを中心に移動させてから、Ctrl、Home で画面の中心に配置しておきます。テキストは後で修正が効くように、Ctrl、Shift、C でプリコンポーズします。名前はロゴとしておきます。これでテキストを変更したい場合や、ロゴを入れ替えたいとなった場合に、プリコンポジションの中を変更するだけで差し替えが可能になります。ロゴデータをそのまま使用してアニメーションさせるのは差し替えや修正に向いていないので、できる限り修正対応できるようにプリコンポーズしておきましょう。プリコンポーズすることでなぜ修正が容易になるのかがあまりよくわからないという方は、プリコンポーズについて詳しく解説している動画があるので、見ていただけると理解が深まると思います。プリコンポーズは AE で映像を作る上で必須機能ですので、この機会にぜひ習得しましょう。プロジェクトパネルを見てプリコンポーズで作成されたコンポジションを 02PRE のフォルダに移動させておきます。このフォルダにはプリコンポーズで作成されたコンポジションを格納していきます。では C01 のコンポに戻り背景を作りましょう。Ctrl+Y を押して平面レイヤーを作成します。名前をバックグラウンドを略して BG とします。カット1ではカメラを使って大きく移動するアニメーションがあるのでサイズを大きく設定しておきます。幅を2650、高さを3500として作成します。平面が作成できたら、エフェクトのグラデーションを適用させます。グラデーションのシェイプを放射状に変更し、グラデーションの開始の Y 軸を1750に変更しておきます。これで中心が黒く放射状に広がるグラデーションができました。さらに加工していきましょう。グラデーションの境目をくっきりとした絵にしたいので、エフェクトのポスタリゼーションを適用します。レベルはお好みで調整してください。私は5とします。では色も加えてみましょう。エフェクトの色かぶり補正を適用します。色は好みで変更してください。私と同じ色で作成したい場合は、色の交換を一度クリックしてからホワイトマップの色を変更します。これでベースとなる背景ができました。ロゴと背景のレイヤーを 3D レイヤーに変更しておきます。背景レイヤーを選択して BOC1 プロパティを表示させます。Z 軸を900に変更し、ロゴよりも奥に配置しておきます。背景はもう触らないのでロックしておきましょう。次は背景の逃げ足となる円形を作成していきます。楕円形ツールに切り替えましょう。塗りをオンにして線はオフにしておきます。タイムラインで何も選択されていないことを確認してから楕円形ツールをダブルクリックしてシェイプレイヤーを作成します。作成されたシェイプレイヤーは楕円形なので、レイヤーを開いてサイズを調整して1000円に並行しておきます。シェイプレイヤーも後ほど 3D レイヤー化しますが、図形配置のために 2D 環境のまま作業を続けます。ロゴが見やすくなるように、シェイプレイヤーはロゴのレイヤーよりも下の階層に移動させておきます。では円形を散りばめていきます。V を押して選択ツールに切り替えて、シェイプレイヤーの楕円形1が選択されている状態で、Ctrl+D を押して複製します。複製された円形を移動させて配置します。位置とサイズを調整しながら円形を配置していきましょう。
これを繰り返して、ロゴの下敷きとなるようなイメージで、後ろに散りばめていきます。私は合計で8個の円形を配置しました。配置できたら、シェイプレイヤーを選択して、コントロール D で複製します。レイヤーがすでに展開されているのと、レイヤーの並びがちょうど良いので、複製された方ではなく、オリジナルのシェイプレイヤーを編集していきましょう。まず円形の塗りの色を変更しておきます。では、同じように円形を配置していきましょう。シェイプレイヤー1を選択して、コンポジションパネルで円形の上にカーソルを合わせてダブルクリックします。円形を個別に編集できます。位置やサイズを変えて配置していきましょう。サイズや位置が前面にあるピンクの円形と被らないように配置していきます。このシェイプレイヤーは後で 3D レイヤー化して奥に移動させるので気持ち大きめにサイズ調整しておきます。後ほど微調整するのでそこまで詳細を詰める必要はありません。大まかでいいので配置しましょう。配置できたらさらにシェイプレイヤーを複製します。シェイプレイヤー2を選択した状態でコントロール D を押して複製します。複製されたシェイプレイヤー3を選択して色を変更しておきます。先ほどと同じようにコンポジションパネル内で円形をダブルクリックして編集していきます。この円形は後ほど 3D レイヤー化した際にはロゴよりも前に位置する円形となるのでサイズを小さくしロゴに被らないように散りばめておきましょう。うまく配置できたらシェイプレイヤーを3つとも選択して 3D レイヤーに変更しておきます。シェイプレイヤーをすべて選択した状態で P を押し、1プロパティを表示させます。Z 軸を移動させて手前にある円形と奥にある円形といったイメージで空間に配置していきましょう。上から-550、300、650と Z 位置を調整します。シェイプレイヤーごとに Z 位置が違うとカメラで移動した際などに動くスピードに変化があるので平面的な図形だけで構成されていたとしても奥行きを表現することにつながります。手前にあるものほど速く動き、遠くにあるものほど動きが遅く見えます。Z 軸が変更されたことで見た目に不具合がある場合は先ほど行った手順で円形の位置やサイズを調整してみてください。ではカメラを作成してシーン全体にアニメーションを加えてみましょう。コントロール、シフト、オルト、C でカメラを作成します。非常にシンプルなカメラワークになるので種類はワンノードカメラにしておきます。標準的なレンズでいいかなと思うのでプリセットを 50mm に変更します。OK ボタンを押してカメラを作成します。カメラを選択した状態で P を押して1プロパティを表示させます。1のプロパティは X、Y、Z とそれぞれの軸に分かれている方がアニメーションがつけやすいので1の上で右クリックして次元を分割しておきます。Y 軸と Z 軸だけにキーフレームを打っていくので X 軸はシフト、オルトを押しながらクリックして非表示にしておきます。コンポの開始フレームから30フレームのところに現在の時間を合わせてから Z 位置にキーフレームを打っておきます。次にホームボタンで開始フレームに現在の時間を移動させて Z 位置を-900に変更します。これでロゴに近い状態からカメラが引き全体を映し出す動きができました。カメラは引いた後止まらずにじわーっとゆっくりと後ろに動き続けるカメラワークにしたいので3秒まで時間を進めて Z 位置を-2745としておきます。では、グラフを調整してカメラの動きの緩急をつけていきます。値グラフでも速度グラフでもやりやすい方で緩急をつけても OK ですが、最後にカメラはリニアな速度で動き続けるので、速度グラフの方が正確な動きを制御しやすいと思います。私は速度グラフで行います。まず2つ目のキーフレームの上でダブルクリックして、キーフレーム速度を表示させます。出る速度の値をコピーして入る速度に貼り付けます。これで後半のカメラが一定の速度で下がり続ける動きが完成しました。次に入る速度の影響の数値を上げます。私は90とします。影響の値が高いほどキーフレームに入ってくる動きが遅くなります。じわーっと動き続けるアニメーションへと続くので速度が落ちている方が自然です。
なので影響の値を高く設定します。OK をしましょう。最後に最初のキーフレームの速度を調整します。ロゴが登場するときには勢いが欲しいので、最初から速度が出ている状態を作ります。ハンドルを掴んで下方向へ下げて、速度が出ている状態を作ります。減速は不要なので、ハンドルは短く設定して、影響の値が低い状態を作っておきます。グラフをしっかり見ながら破綻しないように調整しましょう。これで完成です。一度再生してみましょう。カメラの動きに違和感がなければ OK です。速度グラフや値グラフの操作や仕組みに不安がある方は、過去にグラフエディターについての動画をアップしていますのでご覧ください。きっと理解を深めることができるはずです。グラフエディターは頻繁に使う重要な機能なので、ぜひ習得しましょう。では次に Y 位置を動かして次のカットにつなげるための動きを作成していきます。開始フレームから66フレームに時間を合わせて Y 位置にキーフレームを打ちましょう。次に95フレームで Y 位置をマイナス350にします。カット1では95フレームが最終フレームになります。N を押してワークエリアを95フレームまでに変更し、ワークエリア内で右クリックしてコンポジションをワークエリアにトリムを選択し、コンポジションのデュレーションをワークエリアと同じ時間に変更しておきます。では先ほどと同様にグラフエディターを使用して環境をつけていきます。今回は動き始めをゆっくりとさせて徐々に加速する動きをつけていきます。この動きは値グラフでも容易に行うことができるので、値グラフを使用します。キーフレームを選択して F9 を押してハンドルを表示させます。出だしは遅いので、最初のキーフレームのハンドルを右側へ引っ張ります。シフトを押しながら行うと水平に引っ張ることができます。動き始めが遅く徐々に加速する動きのために影響の値を高くしておきます。次に最終フレームのキーのハンドルをつかみ傾けます。値グラフではハンドルの傾きで速度を調整します。角度を急にすることで速度が出て加速していく状態を作りましょう。一度再生してみます。これでカット1の大まかな流れが完成しました。ではさらに詳細を詰めていきましょう。次のカットにつなげるための働きをする円形を作成します。台形ツールに切り替えてダブルクリックしてシェイプレイヤーを作成します。レイヤーを展開してサイズを調整しましょう。サイズを245とします。ピンク色の円形と緑の円形の間から飛び出すようなアニメーションにするので、レイヤーの順番を変更しておきます。開始から3秒に時間を合わせてサイズにキーを打ちます。次に P を押して位置にもキーフレームを打っておきます。U キーを押して打たれたキーフレームを表示させます。エンドキーで最終フレームに移動して Y 位置を146に変更し、円形をカメラの動きに合わせて上昇させます。上昇しながら円形を縮小させたいので、サイズを140に変更します。一度再生してみましょう。カメラの動きに合わせて、ロゴの後ろから円形が飛び出し上昇するアニメーションができました。さらに円形のサイズが徐々に小さくなることで、上昇しながらカメラから離れていくイメージにも見せることができます。上昇する円形の動きはリニアな状態で特に緩急を調整していませんが、カメラの動きがあるおかげで背景に緩急がついているので特に気になりません。このまま行きましょう。このシーンは 3D レイヤーで構成されていましたが、上昇する円形は 2D レイヤーです。一見問題がありそうですが、このままでも特に違和感も問題もないのでこのまま進めていきます。最終的なルックに問題がなければ 2D レイヤーと 3D レイヤーが混合していても問題ありません。特に今回のようにカメラワークがシンプルであれば問題が起きにくいと思います。3D 環境にとらわれず自由に組み立てていきましょう。では仕上げとして背景に配置した円形に影をつけてゆらゆらと動かします。どれでもいいので円形のシェイプレイヤーを一つ選択してエフェクトのドロップシャドウを適用します。カラーを変更しましょう。不透明度を 100% にして方向を180度にします。距離は24としておきます。調整できたらドロップシャドウを選択してコントロール C でコピーして他のシェイプレイヤーに貼り付けます。
お好みで距離などを調整してください。次に、揺らめく動きを作ります。使うのはトランスフォームのビグルです。先ほどと同じように、どれでもいいので円形のシェイプレイヤーにトランスフォームのビグルを追加します。ゆらゆらと揺らめく動きをつけていきましょう。動きは好みに合わせて調整してください。私はビグル、秒を 0.5 とし、トランスフォームの位置をそれぞれ20にし、スケールを 15% にしておきます。一度再生してみましょう。動きを確認できたら、トランスフォームのビグルを選択して、コントロール C でコピーし、他の円形シェイプに貼り付けておきます。再生してみましょう。これでカット1は完成です。トランスフォームのビグルを適用したレイヤーを 3D レイヤー化した状態でレイヤー順を入れ替えたり、新しくレイヤーを追加したりすると、ビグルの動きに不具合が生じるケースがあります。今のところ原因はわからないのですが、編集中にもしそういったトラブルが起きた場合は、ランダムシードの値を変更することで直すことができます。もし同じケースに遭遇したら、ランダムシードを調整してみてください。今回は以上です。いかがだったでしょうか？今回は映像制作を行うまでの準備が多く、時間を取られてしまい、一つのカットの解説だけで終わりましたが、次回また続きを作っていきます。今まで学んだ機能や新しく覚えることもたくさん出てきます。なかなか一度で全てを網羅することは難しいですが、自分のペースで進めていきましょう。もし何か問題がありましたら、お気軽にコメントください。ではまたお会いしましょう。さようなら。